皆さんこんにちは。この動画では冷感鍛造金型の製造工程を前編、中編、後編の3本に分けて紹介しています。今回の動画は中編となります。前工程にてそれぞれの加工を終えた超コートケースは組付け工程へと進みます。冷感鍛造金型の構造前半の工程についてはこちらの動画にて紹介しています。それでは組付け工程から見ていきましょう。組付け工程では油圧プレスを使って超高温ケースに組み付けます。傾きなくまっすぐに圧入するためには経験が必要となります。また必要に応じてこちらの電気炉を使い焼き場目、油焼きなどの処理を行います。これらの処理は主に超高温を抜けにくくするために行います。続いての工程は金型内面の NC 加工です。私たちの金型は一品一様の受注生産のため、現場の作業者が一つ一つの図面を見ながら NC プログラムを作成します。また超高は難切削材なので加工条件の選定などにも経験を必要とします。超高を切削するのでダイヤモンドの切削工具を使用します。次は内面のホーニング加工を行う工程です。ホーニング加工とは複数個の砥石がついた工具を用いて回転と上下運動によって穴の内面を研磨する加工です。砥石軸に遊びが設けられているため NC 旋盤や内面検索板では工具が届かないような長い加工長のワークも加工できます。手に伝わる抵抗や切削音などの感覚を頼りに100分の1ミリ単位の加工を行うため、こちらも熟練が必要な作業です。大型のワークや特に精度を必要とする検索加工には NC 内面検索板を使用します。
NC 機ではありますが、ミクロン単位での微細な検索を行うためには、機械から伝わるわずかな振動や検索音の微妙な変化などにも細心の注意を払う必要があり、デジタルとアナログ両方の感覚が求められます。今回最後に紹介する工程は金型内面のラップ仕上げです。ボール板を用いた独自の加工方法を採用しています。このように一つ一つ全て手作業で仕上げていきます。綿の巻き方だけでも熟練が必要です。手に伝わる感覚だけを頼りに金型内面を磨き上げるこの作業はまさに職人技と言えるでしょう。これはラップ後の金型の断面です。内面の磨きの良し悪しは金型の寿命に大きく影響するため、このように一点の曇りもない鏡面に磨き上げます。次回はいよいよ後編です。後半工程では金型の外観を仕上げていきます。ご視聴ありがとうございました。